こんにちは、キコです。今日もインドからお届けします。今日は、カードを引きたいと思っています。ギャラクティックルーツカードですね。宇宙のカードやります。で、その前にちょっと告知させてください。今週の日曜日29日の、13時からトリニティさんの方で、次元上昇セミナーをやります。ちょっとタイトルが次元上昇を楽々進む方法みたいな、なんかそんな名前だったかなのセミナーやりますので、ぜひ参加してください。もうね、すでにたくさんの方参加していただいてありがとうございます。今資料をまとめてるんですけど、ものすごいやっぱちょっとワクワクがね、止まらないというか、宇宙のことをね結構伝えるので、本当自分も楽しいんですけど、結構面白い、なかなかなんていうのかな、簡単なんだけど安心していただけるんじゃないかと思いますね。アセンションとかいろいろ言ってるけど、すごくねやっぱりね簡単ですから、どういう風にすればいいかとかっていうのはなんかあんまりないんだけど、不安とかさ、そんなにならなくていいよってこととか、あとはなんかもう全体図が見えれば皆さんもさ安心して進んでいただけるんじゃないかと思うので、そのあたりのところを伝えたいと思っています。ぜひ参加してください。よろしくお願いします。で、今日はギャラクティックルーツカードですね。で概要欄に貼っときます、詳細の方。すいません。でこのねカード、この108枚あるんですけど、ここで、今の皆さんのね、引っかかってることの、内容っていうのかな、何に引っかかってるかっていうのを、ちょっと引いていきたいと思っています。でね、すごいねちょっと可愛いの買ったんですよ。これ見える？こうした方がいいかな。すごいね可愛いね。インドのアマゾンでこれ見えますかね。セレナイトっていう石に刻まれてるこの、メタトロンキューブがあるんですけど、なんかもうそれがねすごい可愛いなと思って、あんまりねこういうのないんだけど買っちゃった買っちゃったとか言って、だからちょっとここに置きながらやってみます。それっぽいでしょすいません。じゃあちょっと切ってきますね。はい。じゃあ、今の皆さんに対するメッセージですね。どの星の影響が強いのかっていうことと、あとは今ここの課題っていうのかな、そこはこういう風にクリアするといいよっていう感じの、3枚もうあれ落ちちゃったな、カードが3枚。3個もうすいません。3個落ちちゃったのでこれでいきます。じゃあちょっと待ってくださいね。はい、それでは、カードの方ですね。こちら A B C A B C でどのカードがいいか選んでください。これが A ね、 B ね、 C ね。 OK、 じゃあ A のカードから引いていきます。 A のカードは何かな。こちらですね。ことざリラです。今このカードのちょっと読んでいきますね。はい、お待たせしました。それではこの67番のカードはことざのリラのカードですね。読んでいきます。でこのギャラクティックルーツカードに関しては、もうこの直接この本を読んだ方が一番詳しく載ってるので、ここを読んでいきます。主として多くの、苦闘を経験した後、ことざ人は、正直かつ客観的に自己を観察することで自らを癒しました。初めのうちはこれは難しいかもしれません。しかしあなたが判断抜きでこれを行うことができれば、最終的にパワフルな変容が起きるでしょう。自己観察は変容を求める人または種族にとって、不可欠です。このプロセスを今始めてください。ただ観察するのです。何かを直そうとせずに、ただ自分の習慣やパターンを見つめてください。これは深い霊的変容を引き起こす錬金術的プロセスです。
こと座の祖先たちの愛と英知があなたを導いてくれるでしょう。彼らにただ助けを求めるだけでいいのですっていうことが来てるので、自己観察を、ご自身でしっかりやるってことですね。自分自身のことをやっていくっていうことで、これは実は深い霊的変容を引き起こす錬金術のプロセスっていうこと。錬金術っていうのは英知、宇宙の英知っていうことですね。テクニックなので、この深い、自分自身をね、観察することによって深くやっぱ自己対話っていうことになってくるんだと思うんだけど、これをやることによって霊的な変容、要はもうこの自分自身の魂の覚醒がもっともっと起きてくるっていうことを伝えていますので、そのあたりをねやっていただくといいんじゃないかと思います。あとちょっとここからねチャネリングを入れていきますね。そうですね、魂の転換期っていうのかな、魂の転換期、今の道の転換期に来ている方が多いようなんですね。でそこに対しての、やっぱり自分で判断をする、今もこれからもご自身で判断するっていう時に、自分との対話っていうのかな、それがすごく力になってくるから、それのちょっと今訓練というのかな、そういう時になってるみたいですね。で結構そういうのもやってきてる方も多いんですけれども、よりちょっと深く、そして本当クリアさを保つために、その自己対話っていうのをやってみるといいみたいですね。すごくねなんていうんだろう、この魂の方たちっていうのは、このリラっていうところも、あるんですけれども、もうこの前世の中で、この魂の成長とかアセンションとかいろいろ経験してきてる結構力強い方たちなので、道にね、道をねなんていうのかな、導かれてるってことか、導かれてることの一つの一環の中で今こういうようなことだから、宇宙的ななんていうのかな、解放もやっているっていうことですね。ご自身のこの今何かね止まってることがあったり進んでることとかいろいろあると思うんだけど、宇宙的ななんかいろんなものの解放もご自身の中で担っているっていうことなので、自分の道っていうのを自分で進んでいくといいんじゃないかと思うんですけど、そこに対して自分の感覚で進んでいってくださいってことですね。それを言っています。OK、 じゃあ次のカードいきます。はい、それでは B の真ん中のカードを選んでいただいた方へのカードはこちら、アルクトゥルスのカード。珍しいね。アルクトゥルスエネルギーの送信パラレルが出てますね。ちょっと騒がしいかもしれないけどいいかな。じゃあちょっと読んでいきますね。アルクトゥルスのカードかわいいね。いけます。アルクトゥルスのエネルギーは人類の誕生時から私たちを導いてきました。それはとても精妙なもので、しばしば穏やかなエネルギーの送信を通して働きかけます。こうしたエネルギーの送信は霊気などのヒーリング手法を通して行われることもあります。アルクトゥルスは二極のバランスが完全に取れているため、通常は人間のマインドを介さずに働きかけます。このカードを引いたなら、アルクトゥルスのエネルギーがあなたを通して入ってこようとしています。静かな場所で両手を開き、手のひらの感覚に意識を集中しましょう。これはあなたが太古から知っているエネルギーですって書いてありますね。あとこのカードがリーディングに現れた方はいろいろな意味が考えられるんだけど、ヒーリング能力を承認しているか、その能力をもっと伸ばしなさいっていう意味かもしれない。アルクトゥルスの意識から愛に満ちたエネルギーが来ているというメッセージ。あとは、奥深く入り、このカードが何を伝えようとしているかご自身の中でしっかり感じてくださいということが書いてあります。はっきりね、これはちょっとヒーリングのカードなので、深い、癒しが起こってるんじゃないかな、このカードを引いた方っていうのは。今ちょっと聞いてみますね。このカードの方へのメッセージをお願いします。アルクトゥルスから今来ていますね。そうですね、自己の、このヒーリングですね。すごい深い癒し、すごい深い癒しっていうところが今起きている。すごい振動の深いバイブレーションの癒しっていうのが来ていますので、今のご自身のなんていうのかな、今までの経験の全ての
全てをこう認める、癒す、解放するって感じかな。それをねすごいこう深いところで行われてるみたいで、それでアルクトゥルスのエネルギーが強いってことと、あとはもう一つは、このカードを引いた方っていうのはヒーラーかな。だからご自身のこの癒しとともに周りもすごい癒してるんだよっていうことですね。お仕事でこういうお仕事されてる方も多いのかもしれないし、あとはご自身によってすごくこう周りも一緒に癒してるっていうことをやってる方っていうことですね。アルクトゥルスの、星とのつながりも強い方なんだと思うし、あとは、今サポートがねすごく入ってるってことですね。なんかね、どういうふうに思うか分かんないんだけど、ご自身だけではないってことですね。大きな、手放しとかが宇宙規模のね、だからこう前世からのいろんな手放しとか癒しっていうのをご自身の中で深いバイブレーションでやってるってことだから、ゆっくりとゆったりと癒しっていうのをやってあげるといいんじゃないかと思いますね。そして、ご自身のこの癒しっていうのが多くの人たちをまた癒してるっていうことを認めてくださいっていうことを言っています。はっきりとねこのカードが出ましたね。はい、じゃあ次のカードいきたいと思います。最後のカードはこちら、 C のカードじゃん。オリオンのカードですね。オリオンの光、意識の光、未来、105番のカード。ちょっとねどんなカードか今見てみますね。はい、それでは読んでいきますね。意識の光、オリオンの光、未来ですね。統合された永遠不変の意識、それが私たちの真の在り方です。この意識には判断やレッテル、コメント、意見はありません。人は深い瞑想をした時にこのような状態になることができます。最初はほんの一瞬ですが、そのうちそれは長時間続くようになります。オリオンの光は私たちの中にあるこの二極性を超越した永遠不変の意識の状態を表しています。瞑想の中でこの永遠不変の意識を、ろうそくの光として、イメージしながら本来の自分の状態と再びつながる練習をしてみてくださいっていうのが書いてありますね。一人一人がそうするたびにオリオンの深い古い傷は癒され、人類は目覚めていくのです。このカードがリーディングに現れたっていうのは、つまり創造の意識の光があなたの目覚めを促そうとしている強力なサインです。はっきり感じられるかどうか分かりませんが、オリオンの光ともっとつながりたいなら、光の湖のような黄色の液体状の光を思い浮かべてくださいと書いてありますね。今ね、このカードから読み解くところだと、このさオリオンってやっぱり今の時代を表してると思うんですけど、本当に戦いが多かったんですよね。で戦いとか今のね私たちが生きてきた時代っていうのもすごくやっぱり戦いとかね争いとかが多かった地球からね変容してきてますけれども、そこで、オリオン人がどういうふうに変容してきたか、その過程はやっぱりそのオリオンの光があって、オリオンっていう星はねどんどん変容してきたんだと思うんだけど、その光が今の私たちに降り注いでいるっていうことで、大きな変容を促すためにこの光がね降り注いで、ご自身のところに降り注いでる、もうはっきりと出てますね。でちょっと今チャネリングしていきますね。そうですね、このカードを引いた方っていうのは今世の中でも結構そのなんていうのかな、やりたくはないんだけどどうしてもこうなんか戦いのようになってしまったりとか、正義感がすごい出てきてしまったりとか、そういうところで、やっぱりそれってすごいさ自分傷つくんですよ、ものすごく。でそこを、実はもう超越して超えてこう癒しですね、このもう癒しの時に入っているから、いい悪いのジャッジから抜けて、統合中庸ですね、そこら辺に入っていくためにこの光がサポートに入っているってことを気づいてくださいって言っています。もうねこの、
光とかこのオリオンのサポートで、変容されてる方も多いと思うし、あとは今その変容の段階ちょうどね真っ只中の方もいると思うんですけども、多くの宇宙存在たちからのサポートが入っているので、そこに対して心を開いて、あなたは一人ではないですから安心して、ご自身の心を開いて、自分自身をこうなんか解放していくっていうことをやっていってくださいっていうことを言ってますね。一番ここら辺って苦しかったり激しかったりしますからね。このカードの方っていうのは、そこの今段階に来ているんじゃないかなっていう感じですね。はい、じゃあ今ねこのカードを3つ引きましたので、全体的な今ヒーリングをしていきますね。調和のちょっと待ってくださいね。あれどうなんですか、ちょっと待ってね。それでは今から、このね全体的なところのヒーリングをしていきますね。リラックスしていってくださいね。皆さんの頭上に、大きい光が、降り注いできます。強い光っていうのかな、大きなエネルギーが来て、エネルギーが頭上から降り注いできますので、そのエネルギーを浴びてくださいって言ってます。これは、宇宙船から来るエネルギーになりますので、それをこう感じる感じでわーっとで感じてみてください。ちょっと宇宙語入れてきますね。シビラバラバラビリバラバラビリビリバラベチシビラデリビリバラベディリシビラバディビリラバラベディラバラベディビリベディバラバラディビリバラバラビリラバラベアシケリビリビリラバラベディビリラバラディビラバラベディビリラバソジビリビラバラベディラバラディビリラバラディバラディビリバラベディバラバラベディビリバラバラシベリビリラバラベディバラシベリラバラバラベディベリリララララシベリリバラディベリリバラバラベディバラベディバラベディベリラバラベディベリバラベディシベラタジビリリバラバラベディビリリトタトタトタディバラバジビリリバラレディリリララララレディアタトラディリララララリリラララディビリリリラララレディララレディシュラレディビリラバディビリリラバレディバダラレディリリアディリララララリリリララララディリリタトレディリリリリララララディリリアマレチビビビパパロベビリリリリバララベリリリリリララレディリリリララベリリラバダディラバディリリアラベリリリバダビリリバラダディリラバダディリリララディリリリリバダララレディリリリ重い周波数とかなんだろうこう今のね引っかかってるところとかでそういった、重い周波数カルマとかそういったものからも本当に抜け出せてきてるので、ご自身が意識を向けるところっていうところを、もうこう意図っていうところをしっかりとしてくださいということを言ってますね。心地よく言うことだと思うんですけど、ラパタペピピラパタテベレリピリラバラデリビリベレレもう苦労とか、苦しいやつとかそういうとこばっかもう見ないっていうことですね。もうそれは長い長い、地球の歴史もあり、ご自身の、なんて言うんだろう、ご自身の癖でもあり、長い自分の魂の癖でもあり、そして地球の中の集合意識の癖でもあるから、今世のあなたっていうのは、本当にいろんな役目を担っていますので、そこに対しての意図、意図っていうところがあなたに全て委ねられていますので、どんどん解放していってくださいということを言ってますね。
そんな感じかな。これでピピラパパパパピラピピピピリピパパラパテレピリラパスタとかラパピピピラパパパパラピピピピピピラパパタピピピピパラパパピピラパパピピピラパパパパパピピピラパパパパ宇宙船のこのヒーリングとか宇宙船のサポートっていうのがご自身のなんていうのかな、日常の中にすごく近くに来ていますので、寝てる時とか、あとはちょっとしたふっとこう寝る時とかかな、ふっとした時とか何かあった時はやっぱそのどんどん呼んでいったりサポートが入っているんだなってことに気がついて感謝したりとか、呼ぶっていうことかな、宇宙のこういう高次元のエネルギーにどんどんつながってって言ってますね。やっぱり自分でなんかこう解決しようとしたり自分だけでやろうとするとこがあるけど、なんか頼らないっていうのかな、そこに対してなんでなのかなっていうのをやっぱ言うから、みんながやっぱどんどん頼ってくださいって言ってますね、宇宙人たちが。すぐ近くにもう待機してますからっていう感じです。ごめん、ちょっと全然顔が見えなかったねすいません、世界に入っちゃってこんな感じ。今ねこのカードに出た、皆さんの、メッセージ、このねこの星の影響が強いんだと思うけども、出たカード全て古い魂なんだなっていうのが分かるから、これ見てる方ってね今世の自分だけじゃなくてもうね宇宙の経験がかなり豊富な魂の方がこれを見ていただいてると思いますので、自分って今世の自分だけではないし一人じゃないんですよ。何回も何回も生まれ変わってきて、なんかそれを知らないけどなんかになって地球に生まれてきてたりするから、自分のペースでどん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 解放していくこと、あとやっぱり